皆さんこんにちは。いつも視聴いただきありがとうございます。今日はですね、土についてお話をしていきたいと思います。土はね、どこにでもあるものなので、普段はあまり意識することもないかと思います。ですが、一度でもですね、作物を育てたいと思った時には、土は大事な要素になります。作物を育てるということは、作物の根をね、育てるということなんですね。根は当然ですけど、土の中に入って、成長していくと。で、作物は根を通じて、水分を吸収したり、空気を吸収したり、栄養を吸収したりするんですね。ですから、健康な根を育てるためには、いい土が必要ですということになります。で、土なんですけれども、いろんな種類がありまして、今日はですね、その種類をちょっと紹介して、どういった違いがあるのかというのを考察していきたいと思います。で、その掘った土にですね、枝豆を植えてですね、特に、肥料とかをやらないで植えてみて、成長、どういう違いがあるのかというのをね、今後、おそらく2ヶ月ぐらい見ていければなというふうに考えております。では、よろしくお願いします。では、今から土を掘っていきたいと思います。一つ目の土はですね、粘土になります。粘土はですね、おそらく田んぼの土はほとんど粘土なのかなと思います。粘土の特徴としてはですね、田んぼでよく見られる土になります。あとは、元田んぼの、土地もね、結構粘土よりの土だと思います。土の特徴としては、非常にきめが細かいんですね。はい。で、他の、土が混じっていないので、乾くとですね、すごい固まりやすい、カチカチになりやすいんですね。逆に、雨が降ったり濡れるとすごいぐちゃぐちゃになります。はい。で、粘土は正直ですね、野菜を作るにはあんまり向いてないです。そのカチカチになってしまって空気が入らないとか、あとはぐちゃぐちゃになって、水が抜けないとか、そういうデメリットがあるんですね。ではちょっと、今から粘土の土を掘っていきたいと思います。先日雨が降ってかなりぬかってますけども。で、掘り返してこのペットボトルに入れていきたいと思います。できるだけ乾いてるやつを選びますね。ちょっと掘ってみました。雨が降った後なので全部湿ってますと。握って固まるのが粘土らしいんですね。ボロボロ崩れないと。で、先ほど野菜作りには向かないってお話したんですけど、メリットもありまして、保湿性が高いんですね。水を維持する能力があると。水はですね、野菜が育つにも必要です。あとは、保肥力、肥料を維持する力も強いということなんですね。こうやって固まってしまうとカチカチになるんで、乾くと。根もね、張れないと思うんですけど、うまい具合に水はけを良くすれば、いい土になるかと思います。ちょっと一旦ほぐして、先ほどのこのペットボトルに詰めていきたいと思います。ここの中カチカチにしてしまうとちょっとあれなので、一回ほぐしますね。はい。では、塊がなくなったので、ペットボトルに詰めていきたいと思います。はい。ちょっと隙間が空いてますけど、あんまり詰めて硬くしても意味がないので、はい。まず粘土の土が取れました。続いてですね、川の砂になります。ここはね、小川でして、上流からずっと続いていて、大雨のたびにね、石が転がってきたり、砂が転がってきたりしてるんですね。ここにはね、ちょうど砂が溜まってるので、今回はここの砂をちょっと掘り返してみたいと思います。こういう感じですね。いわゆる砂場の砂がここにだけあります。
先日雨が降ったばかりなので結構な水量がありますね。またたくさんの新しい砂が運ばれてきたみたいです。はい。十分取れたかなと思います。砂の特徴としてはですね、公園の砂場とか、誰もが一度は遊んだことあると思うんですけど、非常にザラザラしてて、水はけがすごいいいですね。保湿性、水を溜める力っていうのは多分すごい少ないのかなと。同時に肥料っていうのもおそらくどんどん流れてしまうので、この砂でね、野菜を育てるのもまたちょっと難しいのかなと思います。この後、実験で砂だけでどれぐらい育つかっていうのを見ていきたいと思います。ではちょっと入れていきます。こちらがですね、うちの庭の背負ってる山になります。この山のですね、木々の落ち葉がこう落ちてきてですね、ここに溜まってくるんですね。で、やがて土に変える感じになります。ちょっとですね、畑が忙しすぎてあんまりここに時間をかけてられないんですけれども、その土がですね、落ちてきて溜まったのがここの土になります。水を塞いでるんですけど、今回はこの土をちょっと使ってみたいと思います。この土を掘ってきます。今日はもう片付けても山の土が落ちてくるので、すぐに埋まっちゃいますね。ちょっと使っていきます。穴をいくつか開けました。で、ここに土を入れていきます。できました。こんな感じですね。ちなみにこの土は、溜まりますね。雨が降った後なんですけど、結構ね、いい土です。続いてこういう崖のですね、土ですね。これは2年前に崖崩れが起きたところで、今もこういう感じで土が山の方から落ちてきます。ちょっと赤茶色の土ですね。この崖の土そのものだと思うんですけども、こちらもちょっと使ってみたいと思います。こんな感じですね。一度崩れた土なんで、水はけは良さそうですけど、果たして栄養があるかどうか。撮影の都合でですね、2つの砂はもうすでに先に掘ってあります。順番にご説明しますと、まず一番左が粘土ですね。先ほど、田んぼの脇から掘りましたと。はい、続いて砂ですね。これは今川底から掘りましたと。3番目なんですけど、私の家のですね、庭に
山がありまして、山の木々からですね、落ち葉が毎年すごい降ってきて、それが、積もっていって、だんだん土に帰ってくるんですね。で、その土がどんどん庭に流れてくるというようなシステムができてまして、その土を掘り返したものになります。ですから、この土はですね、もともとは落ち葉だったんですね。で、落ち葉が堆肥化して土にも帰ったというような土になってます。はい。で、4番目の土なんですけれども、これはですね、来る途中の道に崖がありまして、その崖が崩れた土になります。おそらくですね、関東ローム層という土だと思うんですね。関東ローム層っていうのは10万年前ぐらいから、箱根の火山が噴火して、その火山灰が積もったというような土のようです。ですから、もともとは火山灰なのかなと思います。これだけね、色が明らかに違うんですね。はい。では、ちょっと近づけて見ていきたいと思います。これは粘土ですね。粘土は、非常に細かいんですね。握ると固まりますというものになります。水はけが悪い分、水持ちもいいと。で、肥料を維持する力もあると言われています。鎌倉ファームの土はほとんどこの粘土ですね。野菜を作るにはあんまり向いてないです。すぐこうやってドロドロになっちゃったり、で、これ乾くとカチカチになるんですね。続いて砂ですね。本当にもう砂場にあるような砂ですね。これは固まらないです。握ってもすぐ崩れてしまうと。水はけは素晴らしくいいと思うんですけども、水を維持する力っていうのはほとんどないのかなと。ですからこれもまた野菜を作るにはどうなのかなという気がします。続いてですね、裏山の木々からできた落ち葉が土になった堆肥化したものでいいのかな。落ち葉からできた土ですね。おそらくね、これが一番栄養もあっていいのかなと思います。ちょっと掘ってみますけど。握ると、塊にもなりますし、わりかしサラサラしているので、水はけもいいんじゃないかなと。ちなみにですね、うちのお米はですね、すべてこの土を使って、苗を作っています。こんだけ土地があるのになぜか家の庭の土を使っているという。はい、続いてですね、崖の土ですね。2年前に崩れた崖の土になります。あんまり地質学詳しくないですけど、おそらくですけど、関東ローム層と言われているもので、10万年前以降の箱根の火山の火山灰が積もったものだということになります。この土を使ってね、なんか育てたことないので、どうなるかわかんないんですけど、これもそうですね、握れば固まるので、生かし粘土に近いのかなっていう気もしますね。はい。色がね、全然違いますね。多分ですね、この土たちを混ぜると、きっとね、いい土ができるのかなと思います。野菜が育ちやすい土になるのかなと思います。ただですね、それを全部のエリアにやるのって、すごい現実的ではないのかなっていう気がしますね。で、今回ですね、個別に土を掘り出しましたので、この土に枝豆を植えて、発育の違いがどうなのかというのをこれから見ていきたいなと思います。こうした実験をするのはね、初めてなので、私自身も興味があります。特にね、この関東ローム層の土をどうこうするのは初めてなので、土に対してね、いろんな言葉があると思うんですよね。なんかふかふかの土とか、痩せてる土とか、肥えてる土とか。ね、非常に曖昧でね、なんかいろんな人がいろんなことを言ってると思うんですけど、じゃあそれぞれの土がね、一体どうなのかっていうのをちょっとね、実験していきたいなと思います。
今後ですね、特に、肥料は足さないでやっていきたいなと思います。水はね、やろうかなと思いますけど、雨が降っていれば、あげなくてもいいかなとは思うんですけど。ですから、もともとの、土の持っている、肥料の違いとかも影響するのかなと思います。栄養分に関して言うと、そうですね。この裏山の落ち葉堆肥の土は栄養が多分あるのかなって気がしますね。例えば、川の砂なんですけど、一見栄養がなさそうかなという気もするんですけど、ここの小川はですね、おそらく1キロ以上ずっと上流までつながっていて、山に雨が降ると、その山の水が小川に流れてるんですね。でその過程で栄養をですね、水に流してるんじゃないかなっていう気もするんですね。ですからもしかしたらすごく栄養があるかもしれないです。で、粘土の方は、育ちはいいので、枝豆が根を張れれば十分なのかなと。で、ダークホースがこの関東ローム層ですね。この10万年の歴史の中で、果たしてどこまで肥料を保持していたのかというところがちょっと興味がありますね。枝豆自体はですね、水気がある方が好きで、肥料はあんまり必要ないみたいなんですね。ですからちょっとこういう実験には向いてるのかなと。あと枝豆を選んだ理由は私が枝豆を好きだからということになります。ということで、今回からその実験をやっていきたいと思います。ひとまず今日の動画ここまでですけど、2ヶ月後ぐらいですかね。途中経過を挟みながら、その生育の違いというのをまたお届けできればと思います。はい。ではご視聴いただきありがとうございました。